初心者でも簡単、ライブ 2D で動くスタンプを作ろう。いろんな用途で使えるアニメーションスタンプの作り方を解説していこうかなと思っております。LINE スタンプ以外にもですね、Discord だったりですとか、あと Twitch とかでですね、アニメーションスタンプ、いわゆるエモートが使えたりするので、LINE スタンプ以外にも結構ね、使える場面は多くなってくるかなと思います。こちらがプロモーションで出したものなんですけれども、見てわかるように圧倒的に短い工数で作れたりするんですね。VTuber モデル作るってなると時間かかったりするので、それに比べると結構初心者の方、かなり手軽に制作できるのがこういうエモートだったりスタンプなのかなと思っております。というわけで、工程としてはね、こちらで挙げてるように、原画、イラストですね、各段階でちょっと気をつけることだったりとか、あとは素材分けどのぐらいすればいいのかとか、あとはもうモデリングの準備から動き付けですね、あとはアニメーション、モーションですね、どういう形で設定をすればいいのかっていうところと、最終的なデータの書き出しまでですね、じっくり詳しく解説していければと思っております。素材分けに関してですね、顔周りに関しては、こちらかなりざっくりにはなっています。目は実はこのキラキラのエフェクトとかは分けてあるんですけれども、もう目はこれで1パーツになってます、実は。で、これはなんでこうなってるかっていうと、もう今回は瞬きとかはちょっと省略しようかなというところで、つけられると生命感が出るというか、キャラクター命が宿ってる感じがしてすごく楽しいはあるんですけど、結構パーツ分けがね、かなり細かくしないとうまくできなかったりとかするので、なるべく手間をかけたくないっていう時は、瞬き別に作らなくてもライブ 2D モデルとしては成立するんだよっていう。口とかも通常だと結構ね、細かく分けたりするんですけど、これももうほんと1枚でやっていくという感じですね。今回はね、アニメーション用のモデルということで、動かすところに力入れて、動かさないところはもう本当に割り切ってざっくり割っていくっていうイメージですね。紙とか揺れ物に関してはもうそこだけしっかり揺れてれば見栄えはするので、他は結構ざっくりでいいんですけど、紙とかは束ごととかに分けておいた方がいいかなっていうところが今回の肝かなというところですね。ここからデフォーマーというものを作っていきます。例えば VTuber のモデルを作るってなると、本当にこのデフォーマーとかもかなり複雑に大量に配置してやっていかないといけないんですけれども、今回はね、デフォーマーもかなりシンプルに作っていこうかなと思います。で、ここからこのデフォーマーを使って変形をつけていくんですけれども、アニメーション用語でスクワッシュ&ストレッチっていうね、何かというと、要するにアニメーションを豊かに見せるために物体を潰したりとか伸ばしたりすることで動きを強調するみたいなテクニックなんですけれども、今回はね、そういう動きを取り入れていこうかなと思います。先ほど作った頭のワープデフォーマーですね。これで動きをつけていきます。これもまた3点キーを打ちまして、プラス側、こちら右端の方で縦に伸びるような動きを作っていきます。なので、横幅はちょっと潰しつつ、縦幅をちょっと伸ばすみたいなイメージですね。で、さらに一旦×を押していただいて、真ん中をちょっとよりちょっと山なりになるようなイメージで動かしてあげると、立体感も出やすいかなと思います。首の位置がずれないようにっていうのもちょっと気をつけていただいて、首はしっかり顔とくっついたまんま、顔がシュッと上に潰れるようなイメージで、ちょっと丸みが出るように端っことかは潰していただきつつ、真ん中を少し大きめに動かすと、若干立体感もついたようなイメージで動きがつけられるんじゃないかなと思います。片方を作ったらコントロールシフト C でコピーしていただいて、逆側のキーを選択してコントロールシフト B ですね。これでこんな感じで潰れる動きが簡単に作れるかなと思います。ここからはアニメーションですね。髪の揺れに関しては頭についてるものなので、頭の動きに合わせて動くものではあるので、頭の上下ですね。これをもうコピーしてしまって前髪の揺れとかに貼り付けちゃいます。で、大きさも大きくしまして、で、ただ頭の動きに合わせてちょっと遅れてついてきた方が柔らかさが出るので、これも最初と最後以外のキー選択して後ろに倒してあげると、こんな感じで髪が頭に遅れてついてくるみたいな動きがつけられるかなと思います。あとはこの前髪の動きですね。こちらも全て選択してコピーして、横の髪とか後ろの髪とかイヤリングとかにも全部コピーしちゃいますね。もうこれだけでもね、だいぶいい感じに揺れてるかなと思うんですけれども、
せっかくパラメータ分けたので、前とか横とか後ろで差が出るとより良いかもしれないですね。で、基本的には短い毛より長い毛の方がゆったり揺れるイメージかなと思うので、ここで言うと横髪とかはちょっと遅めになって、逆にイヤリングとかはちょっとタイミング早めてあげるとかっていう感じで若干差をつけてあげると、ズレ感が出て、いいんじゃないかなと思います。で、プラットフォーム別の仕様というのをね、ちょっと今回まとめさせていただいたんですけれども、LINE スタンプの場合は、LINE スタンプの公式のクリエイターズマーケットというところでね、販売する形になりますので、一番制限が厳しいフォーマットにはなってくるかなと思います。まずはファイル形式が APING っていうアニメーションの PNG ファイルですね。このあたりどう変換すればいいのかとかも後々ご紹介できればと思います。そしてファイルサイズなんですけれども、これも結構ね、厳しめですね。あとは画像サイズもね、制限がいろいろありまして、320ピクセル、縦270ピクセル以内ではあるんですけれども、横と縦どちらかは270ピクセル以上ないといけない。再生時間とかも決まってまして、1スタンプあたり1秒から4秒、1.5 秒とか 2.5 秒、6秒みたいなのもダメなんですね。で、フレーム数ですね。こちらが5から20フレーム指定がありまして、で、あとはスタンプの数ですね。8個、16個、24個という感じで決まっております。という感じにね、いろいろとね、決まりがあるんですけれども、ここからどう考えていくかというところなんですけれども、